今回の産業まとめ。日本から台湾へワクチン無償提供。中国を陰湿にいじった？偶然？タンク U で感謝を述べる。ワクチン不足に悩む台湾に対して日本政府は、当面使用の予定がないアストラゼネカ製124万回分を台湾に無償提供し、話題となっています。台湾へのワクチン供給の圧力を強めていた中国にとっては寝耳に水の決定で、日本のワクチン外交であり、中国国内問題への干渉として厳しく非難しています。ワクチンが輸送された日はよりによって中国が最も敏感になる日でもある6月4日だったこともあって、当てつけではないかという憶測が飛び交っています。さらに輸送に使用されたのは日本航空809便で、これは案に89年を示しているとネットで囁かれました。また、到着時刻が午後2時40分ですが、当時の新聞によると、学生への無差別攻撃が開始されたのは午前2時40分だったことから、これも意図的なものだと推測されています。こうしたことが、あからさまに中国への嫌がらせであり、中国政府はこれらに対して一言も発することができないと、日本と台湾のネットでは盛り上がりました。ワクチン到着後、台湾の中央感染症指揮センターは記者会見の中で、日本に感謝を伝えるボードを掲示しました。英語でサンキューと書かれたものですが、台湾の掲示板に投稿されたテレビの画像では、タンク U に見えたと話題になっています。テレビの発色によるものと見られていますが、コメントには、このテレビは本土で販売できない。死ぬほど笑う。1枚のカードで二重に楽しめる。時事問題と組み合わせる。わざとやった感じがする。ははは、などといったコメントが寄せられています。編集所感。今回の概要。偶然、それとも意図的に当てつけた？不快感をあらわにする中国。対中国ワクチン包囲網。中国にとっては国内となっている台湾に対して、日本が線を踏み越えて関与してきたと激怒しているようですね。この意図的とも思われる文字遊び、数字遊びはネットでも話題になっていて、皆さんも目にしたことかと思います。6月4日が64天安門事件であることは偶然といえば偶然でしょうね。もう一日早くしようと思えば早くできたかもしれません。たまたまちょうどその日になったとしてもね。日本航空809便はどうなんでしょう。これもたまたま、それともあえて89年を当てこすった？こういうのって政府間ではどういう対話がなされたんでしょうね。双方でニヤニヤしたりしたんでしょうか。さらに2時40分という時間。これはとある台湾人が意味が分かった。と投稿したものですが、当時の台湾の新聞には2時40分に惨劇が始まったと報じていました。これはさすがにどうなんでしょうね。これも日台両政府間で含み笑いをしたんでしょうかね。今のところもうこれ以上は出ていませんが、まだ何かあるんでしょうかね。例えばワクチンの回数も何かしら意味があるとか。報道では124万回分とされていますが、正確には123万8460回だそうです。さすがにないですよね。何かあればさらに面白いけどね。もちろん日台両政府は、こうした数字について公式コメントを出していません。出しても面白いのにね。やばすぎるか。中国は非公式ルートで両国政府に対してこの数字について何かしら言っているでしょうか。このあたりは本当にどうなんでしょうね。直接は言及できないですかね。中国としては日本が越権行為を行ったとか、ワクチン外交だとか、独立分離分子を応援したと批判するしかないですね。日台両政府としては、勝手に言ってろという感じですね。知ったことではないでしょう。中国としては大変歯がゆいでしょうが、日本のこういうはっきりした態度というのは分かりやすくて良いのではないかと思います。裏でこそこそやっているよりは分かりやすくて、毅然としてるなと感じるでしょう。日中ってこういう関係でいいんじゃないかと思います。台湾を取り巻くワクチン環境は、米国も絡んで騒がしくなっています。複雑ではないですけどね。米国は先日中国に対抗すると思われるワクチン割り当てを発表しています。6月末までに8000万回分を全世界に共有するとしています。このうち 75% を COVAX を通じて全世界へ配布するとしています。残りの 25% は緊急を要する地域へ提供するとしています。最初の2500万回分のうち、約4分の1は中南米へ。
この地域は一部で中国が大量に供給し、台湾と国交がある国は悲惨な状況。次の約4分の1はアジア。こちらも同様で、中国から供給を受けていても十分ではないですね。インドネシアやベトナム、フィリピンなども含まれます。台湾もこの分類に含まれていますね。そして次にアフリカ向け。こちらはアフリカ連合を通じて各国に配布されるようです。そして最後はその他の友好国や国連の職員が働く地域で、韓国はここに含まれています。これが韓国軍への提供かどうかはわかりません。残りの5500万回分についてもそのうち発表されるでしょう。また対中国を意識した戦略的なものになるでしょう。中国はワクチン供給による貢献を自慢していますが、それほど褒められたものではありません。結局友好国中心の偏ったものです。中国もコバックスに最初のワクチンを提供しましたが、わずか1000万回分。広い枠組みへの提供は極めて限定的で、自慢するほどではないですね。少なくとも米国は主要な友好国への配分は完了し、次のステップに向けて進んでいます。中国はどうなんでしょうか。一応友好国というか、国交を持っているアフリカへの供給は不十分なようですけど、台湾への供給失敗は予測されたものではありますが、日本の電撃的な介入にショックを受けたと思われます。これで日中関係を悪化させたと騒ぐでしょうが、何かが大きく変わることなく、中国が嫌がらせをするカードが1枚増えたというだけでしょう。このニュース見たよ。無償提供なんだってね。お金もったいなくない？それ私も思った。普通に売って輸送料も請求すればいいのにって。やっぱり、さすがケチケチだね。でも、もったいないよね。いくらぐらいなんだろうね。ワクチンの価格は公表されていないけど、アストラゼネカは1000円弱と推定されているね。そしたらいくら？1000万、1億、10億。そう、約12億円だね。まあ、日本と台湾の友好関係ということだけどね。別に無償じゃなくてもよかったよね。これも中国への当てつけじゃないかな。中国も無償提供と聞いてショックを受けたと思う。これも嫌がらせってことなのかな？どうなんだろう。でも台湾政府と日本政府の態度ははっきりしたよね。中国からしてみれば、日本の立ち位置が改めて明らかになった。怒ってるよね、きっと。怖いなぁ。何かしてこないかな。してこないよ。どちらかというと台湾政府の態度に不満を示しているね。あ、そうなんだ。ところで、あの数字は本当にわざとなのかな？わざとかどうかはわからないけど、ちょっと意図的なものを感じるよね。もはや想像でしかないけど、騒ぐネタとしては面白いよね。このタンク U って何が面白いの？タンクって何？戦車だよ。英語でタンク。ちなみに中国語でもタンクだよ。あ、それでタンク U なんだ。それってあの天安門事件の戦車の前に立ってたあの人のことか。そうそう。あれは象徴的な写真になっちゃったよね。あの写真載せられないの？あれ、映像は BBC や CNN、写真は AP 通信が持ってるので無料では載せられない。あ、そう。面倒だね。ところで台湾の反応はどうなの？ワクチンな。まあ、様々だね。感謝もあるけど、アストラゼネカなんだとか、日本製とか、どうして供給できるのかとか疑問もいろいろあるみたい。思った以上にいろいろだね。まあ、いろいろあって時間はかかるけど十分な量は供給できるようになりそうだね。それは良かったね。集まれ、白雪姫のてんこ盛り。皆さん、コンパーニュ、またまた野口はじめさん風にご挨拶してみました。コンパーニュって？私、カンパーニュっていうフランスパンが大好きなんだ。ああ、あの酸味のある酵母で焼く田舎パンね。そうそう。それで今日ね、また行ってきたんだよ。例のお気に入りのパン屋さん。それで忘れずに新作ベーグルを買って帰ったよ。あ、結局行ったんだ。先週は買いそびれたのに。そうだよ。今回は開店の時間に行ったからベーグル焼きたてであったかくて美味しかった。今度ゆるりんち行くときに買っていくね。あら、ありがとう。それは楽しみだね。
ベーグルってそんなに昔からはないよね。子供の頃って食べたことなかったもん。親が買ってこなかっただけかな。そうだと思うよ。ベーグルって確か銃のパンで、米国から入ってきたんだと思う。銃って何？銃って。ユダヤ人だよ。銃一種。そうなんだ。ほら、ベーグルって見た目ドーナツみたいじゃん。だからベーグル買うならドーナツ買ってたな。一緒にしてたんだ。まあ、見た目というか形は一緒だもんね。穴開きで。でもね、一度は食べてみようかなって思ったことがあって買ってみたんだ。そしたらね、何これってびっくりしちゃった。だって、硬くて食べづらくて、しかもパッサパサで水分と一緒に食べないと飲み込めないの。ベーグルなんて嫌いって思ったね。それはハード系って言ってキメが詰まってるタイプだよ。どこで買ったんだったかな？パン屋さんではなかったな。コンビニか、スーパーだったか。お惣菜コーナーの中にポツンと売られてたから。しかも遅い時間で売れ残りだったと思うよ。古かったからまずかったのかな。焼かずに食べたんじゃない。焼いたら食べやすくなるよ。やっぱり喉は渇くけど。忘れた。それを食べた後だったと思うよ。ゆるりんがベーグル屋さんに行こうって誘ってくれたの。だから、どうしよっかなって乗り気じゃなかったんだ。そんな感じじゃなかったよ。嫌いって言って拒否してたよ。オニオン入りのとか美味しかったのに。ベーグル専門店とか、美味しいパン屋さんのベーグルは、本当に美味しいって分かったよ。もっちもちで何と表現したらいいかわかんないけど、ドーナツより好きかも。でもあれってお菓子なのか、食パン的主食の方なのかベーグルの立ち位置がよくわかんないよね。本当は主食だよ。味付けとかサンドイッチとかはアレンジ。ああ、またカフェ巡りしたいな。カフェはね、一人でも行けるんだよ。ソロ活女子ってやつね。カフェは今行ってもいいんじゃない？なんだって？あはは、